どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。なめこアトランティス創始者のさやです。待って、なめこアトランティスってどこなの？なめこアトランティス。それはまだ恐竜が元気だった頃の時代に存在したと言われる幻の都市。しかし、それは MD と共に消えていったと言われます。まず最後にいきなり突っ込みどころ残すなよ。平成じゃねえか消えてったの。懐かしいな、MD。中学の思い出じゃねえか。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、ハロウィン管理職のカニです。舞い降りるハロウィン。大地に降り注ぐ、恵みをもたらすと言われるハロウィンを管理されてるカニの方です。知らんがな。敬意を払ってください。うるせえよ。ということで今回ですね、こちらでございます。ヴィランズ。ということでですね、夏目さんちを見ている方だったらお察しの通り、っていうかもうタイトルの通りでございます。そうです。今回やっていくのは、ハム太郎のヴィランズを作ってみようのコーナーです。乗っ取り成功だぜ。うるせえよ、もう。大好きなのはひまわりの種どころじゃなくなるぞ。ということで、今回もですね、若干怒られそうな企画なんですけれども、プロの師だったらディズニープリンセス、ヴィランにしたらめちゃくちゃかっこよくなる説。ということでですね、今回もヴィランズということでやっていきたいと思います。はい。前回も説明したんですけど、ヴィランっていうのは主人公から見た悪役。悪役ですね。はい。なんですけど、前回も大好評いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。なので今回もディズニープリンセスね、まだまだプリンセスいるんで。そう、まだね、輝かしい、美しいプリンセスをね。プリンセスがいるんで、ね。闇に。もうゲンさんというののヘドロに突き落としてまいりましょうね。ズタズタにね、ドロッドロにしていこうかなと思うんですけども。怖いな。うちの旦那、怖いな。ということなんですけども、そう、我々の好みにちょっとアレンジしちゃおうかな。我々の好みにアレンジさせていただく、そんな感じでございます。俺色に染まれ。それでは行っていきましょう。レッツラーカニ。ということで早速やっていくんですけれども、はい、今回も3人のプリンセスを闇にズタズタに引き落としていこうかなと思うんですが、はい、第1回戦はこちらでございます。ベル。はい。はい、ということで美女と野獣なので、いろいろといじりようはありそうな気もするんですけど、美女と野獣とも言えばよ。さあ行きましょう。はい。よーい。ベル。さあやっていきましょう。ベル。ベルはね、実は困り眉毛なのね。あ、そうなんだ。そう。ベルちょっと困ってない？確かにいつもなんか困ってるよね。確かに今環境困ってるもんね。環境困ってる？うん。お前の世界の女の子って大抵困ってるんじゃなかろうか。困ってる女の子が一番可愛いじゃん、だって。困り眉。困り眉が一番いいんだよ。この世の中で。困り眉しとけば大体男落とせるって言ってるよ、俺が。本当？うん。じゃあ眉毛剃るわ。それは違くない？君の好きな眉毛を描いてね。やだよ、アバター選択させてくれる彼女。ちょっとね、ゲンさんはね、多分ね、野獣によると思ってるんですよ、私。なので、私はちょっと別の視点の感じにいたしていこうかなと思うわけですよ。絵したるものでいろんなものに興味を持ち、関心を持ち、そして味噌汁を煮ることが大事なんですよ。絵師に大事なことが急に分かんなくなったの。味噌汁って沸騰させちゃいけないんだよ。そうなの？そうすると風味が飛んじゃうからね。今日もさやめも。ついに。ヴィランっていうよりかホラーになっちゃったんだけど。嘘、怖いよ、やめて。怖い話だよ。怖い話しないで。子供見てんだよ。嘘、子供見てんの？そうだよ。みんな好きだよ。なんでたぶらかした今子供。さあ行きましょう。はい。美女と野獣のベル、ヴィラン化したらどうなるか、せーの。デド。おー、野獣だ。おー、なんか作品中だとベルってめっちゃ強い女なんだよ。確かに女性の強さっていうのが表現されてるプリンセスだよね。いや、そう。だからお父さんを助けてほしいから代わりに私このお城に残りますって言って強い女なのよ。だから逆にめちゃくちゃ弱さ出してみたの。あ、逆にね。そう、もうずっと泣いてる。だからもうこの城に来てしまったことを悔いてるというか。愛し合って愛が生まれたけど、呪いは呪いで元に戻りませんでした。で、野獣はそのまま野獣になってしまったと。人としての人格を失ってしまって、ベルもベルで強めのバラの力で呪われてしまって、その城に取り付いた霊みたいな感じになって。あ、ベルはもう亡霊化しちゃった。そう、亡霊っていうかもうあのお城で永遠に生き続ける女みたいな。
そう。で、たくさんの本に囲まれてる。大好きなものに囲まれているけど、なぜかずっと悲しいっていうずっと泣いてるベル。そういう都市伝説ぐらいの存在になっちゃうわけね。そうそう。ディズニープリンセス7つの謎。やめろよ。やめろ、コンビニで売ってそうなタイトルにすんの。厚さこんぐらいのやつ。厚さこんぐらいのやつで結構高いやつ。やめろ。わあ、ゲンさんのやつなんか攻撃力ありそうで。いや、これはですね、はい。野獣死んだんだけど、途中でさ、やっぱりこの野獣がいいやつだって知るわけじゃない、ベルは。そうね。彼の心らしさに惹かれていくと。ただまあ、邪魔しに来るやつがいたじゃないですか。悪いやつが。そいつとの戦いに、まあ、敗れてしまいましたよ、野獣は。野獣が敗れてしまった。野獣勝てなかった世界線ですね。で、それもベルは復讐を誓うわけです。何かに対しての復讐をするっていうのがヴィランはいいわけですよ。世界に問いかけをするのがヴィランですよ。アリエルは人類に対して復讐するけど、こいつは権力に対して。権力アンチテーゼがあるんだ。的なアンチテーゼがある、この作品には。もう野獣とは何なのかみたいな、心の美しさとはみたいな、そういうところのテーマを扱っていく物語になるんでしょうね。ということで第2回戦ですよ皆さん、はい、もうこれはねザ・ディズニープリンセス。いやもう元祖ですよ。もう全てはここから始まった。そうターザン。だからやめろ、ターザンも連れてくんの。ジャングルに帰れって言ってんだろ。テレレレスのホワイトということです皆さん。青、赤、はい、黄色、もうこれをね3色見たらね、もう皆さんが想像するのはもうこれしかないですよ、そう信号機。台無しだよ。もうディズニーといえばプリンセスといえばの、ド定番を植え付けたのは白雪姫なんじゃないでしょうか。肩入れとか植え付けたとか言い方悪すぎてちょっとヴィランになっちゃった。心がヴィランになってる。だんだん心が悪役になってきてるんだけど、じゃあ早速悪に染まりきる前にやっちゃいましょう。もう染まってるわ。手遅れだわ。ではよーいスノーホワイト。はいほーはいほー。仕事が好きやめろしないない休みたいわ家で寝てたいに決まってる。ニートの歌にすんなよ勝手に。さんね、ターザンの次、ピーターパンが好きな、子供の頃からねプリンセスよりねなんかね少年になりたかったらしいんでね。でもさそうだよね。なんかあんまりプリンセスに対する憧れてないよね。そうプリンセス普通に可愛いし、ねパーク行ってあったらめっちゃ写真撮るし、なりたいって言うとピーターパン。空を飛びたいらしいですよ。真の少年好きということです。もう少年に対する憧れが強いわけだ。単純にもう心の中に住んでて引き出しの上に座ってるし、1食5万ぐらいの食事も食わせてる。めっちゃ手厚いじゃん。はいほーはいほー仕事が好きと言わされてるのつらい洗脳されてるじゃねえか、やめろよ。ちょっとごめん、今回泣いちゃうかもみんな。そんな辛いの？いや怖いそれも怖めだよ。でも負けないよ。はいほーはいほー画力がない練習するけど書けないもんは書けない諦めの歌すぎる全体的に。それでは参りましょう。ちょっと一言言っとく、はい、ちょっと怖い、ごめんね。目やって泣いちゃいそうだったもん。これちょっと怖い。いきます。はいせーのでだん。怖いこっち見てる。すごいこっち見てる。ということでこちらが僕のね書いた白雪姫ですけど、白雪姫って要するに、毒リンゴ食って死ぬやん。で王子様のキスで蘇るやん、毒を食べましたが体の中で、生にしがみつく思いから毒を克服した白雪姫ですねこれは。はい。だからなので完全に毒属性ですねこれ。毒属性、もう蛾のような女になってます。だからもうなんかさディズニーじゃなくてアメコミのさヴィランなんですけど、アメコミのヴィラン誕生みたいなね。なんか科学者が毒を取り込んで耐え抜いて適応したみたいな、毒に耐え抜いて体中のエネルギーを全部そっちにね、魔法のプリンセスというこのディズニーワールドの王子様の魔法のキスというふざけた力を全否定した力ですね。私は私で立ち直るっていうこの女性のメッセージですよ。またアンチテーゼ入れてる。はい。さやのやつ可愛いじゃん。そう私は可愛い。いやでもなんか不穏。そう見てて全部骨なのこれ。白雪姫がなぜ追放されてしまったか、それはママ母より美しかったからです。そうだったね。純粋で、何もわからない女の子なんです。しかも超美少女なの、そんな女の子が毒リンゴを食べさせられました、ありがとうおばあさんリンゴ美味しかったわっつって、そのままリンゴごと毒を取り込んで毒を発する体になってしまった。この美貌のままもうこっちは自分の意思で行くぜって感じだけどこっちはあらら
っていう感じ。もう天性のヴィランだったってそう、感じ。天性のヴィランだから、なんか、ことみさんこんにちはってシュワーって死んでいくんだけど、だけどまあ、その呪いの力もあって魔法で動くみたいな。なんかもっとお友達を増やしましょうみたいな感じで、どんどん人々を死に追い始めるっていう、純粋な悪なんですよ。設定は俺より怖いです。こっちの方がまだ健全だよ。サイコパスだもんね。サイコパスこれが死んでるということすらわからないみたいな。どうしちゃったのかしらみたいな感じ。ということで最終戦ということでございますが、僕ちょっと白雪姫なのでもうなんか満足した感あるんだけど、やめてください。まだ燃え尽きないでください。次です。テレリン。ジャスミン。ジャスミン。大好き。アラジン大好き。そう、アラジンはね、僕も結構見たことあるし、この間実写映画もね、やってましたね、去年は。映画自体が面白かったのもあるんだけど、監督がですね、僕の大好きなガイ・リッチーっていうアクション監督で。アクションシーンほんとかっこよかったね。そう、ガイ・リッチーっぽいシーンが多いのよ。ね、わかるよ。茶碗蒸しじっくり蒸してるシーンとかね、監督ならではって感じだったよね。多分ね、映画見たことない人が今勘違いするからやめてくれないから。ということで、ジャスミン、やっていきましょう。では、レッツラー、アラディン。いやでもね、ジャスミンもね、すげえ強い女だよ。そう。でもなんかさ、映画の方、実写映画のさ、ジャスミンってさ、より強くなってたよね。強いっていうか、そうね。より自分で戦う女になってたよね。そう。やっぱね、最近のディズニーは結構その、女性の強さって露骨に出したがるよね。テレレレレレさつまいもおいしい。ふかして塩つけてバターも入れて焼き芋はおいしい。秋の味覚食べたい。9月が楽しみね。栗もいいよいきます。最終戦、ジャスミン。せーの。でどん。でもなんか顔好きだな、さやの方。そう、ちょっとね、悪い句とかがね、基本的に普通なんだけど。確かに普通のジャスミンとあんまり見た目は変わらんね。そう、だけど、ちょっとこってこっての設定だけつけさせていただきました。右上の世界観クソ可愛いんだが。これなんかジャファーが持ってる。ジャファー持ってたね、杖ね。あれを持ってるんだけど、ちょっと作画力の問題でなめこになってしまったんですね。引っこ抜いてた、それ昔。結構引っこ抜いてた。懐かしいな。これアブーね。アブーね。そう、これアブー。泣いてるの。泣いてんの。そう。なぜなら、このランプの中にいるのは、アラジン？そう。ランプの中に閉じ込めてずっと私と一緒にいましょうっていうジャスミンです。私たち結婚してよかったわね。ほぼ一緒。マジで？ここじゃなくて、この先だな。この後こうなる。これ実は、アラジンなの。そう。まずジーニーもちょっと悪いやつで。ジーニー悪いんだ。ジャファーと共に歩んでしまう。そっちの魔人になってしまう。そういうことね。アラジン負けんのよ。で、閉じ込められんの。で、さらに、そこから、ただ、ジャスミンは、どうにかして国を救わなきゃいけないから、王女様じゃいられないわけよ、もう。そうね。王女様じゃいられないから、ジャファーと戦わなきゃいけないってこと。そう、ジャファーと戦うために、王族から抜けるわけよ。で、それが、この後、なんやかんや修行をして、ランプから、アラジンを出すことには成功するわけよ。魔人として。それを、体に憑依させて、戦うんだよな。憑依合体阿弥陀丸みたいな。まあそういうことよ。憑依合体するわけよ。で、もう女性だけで集めた盗賊団のリーダー。めっちゃ好き。ゲーム作ろうこれで。それでは始まりましたしっとりパン粉こねこね大会、実況はさや解説はゲンでお送りします。だから振るなよ、そんなの。早くやれ。嘘。じゃあ今回は解説しながちなの。しながち？そうかな、バッチリだと思うんだけどな。今回はね、スノーホワイト兼白雪姫兼美少女を描いてまいろうと思いますけどね。いやね、今回はね、色のね、塗るスペースが結構広いんですよ。一個ずつがね、スカート、袖、なんか胸の布、髪みたいな。なんかこう、一個ずつパーツに分かれてないから、こう、ドライヤーしてましたドライヤーってました完全に目そらしてたじゃん。あたいってやつは、ドライヤー職人にはなれないわ。もうこの称号を開始するわ。郵送でいいかな。しょんぼり。解説してる。い
いやーそうだから広い場所が多いんですけど、ただそう広いところをそのまま広いぜって塗っちゃうとちょっと書き込みが少なくて情報量少なくてなんかしょんぼりした絵になっちゃうので、グラデーションで影つけてよりなんかこうシワとかなんかそういう情報量を増やすことにね頑張りましたね。あれもうイヤホンじゃない色鉛筆してますね。おや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 、ほっぺは赤く女の子のほっぺは赤くチークって可愛いんだよな役に立った。ほっぺは赤くみんな分かってるよそんぐらい。ぺっこは赤くどこだペッコ。はあ、どうして自分でやっても可愛くならんのやろな。悲しいな、何を悩んでんの。チークよ。